裏なぎも可愛いと思います。炒めた方が美味しいって言ってたじゃん。ございます。気をつけてね。はい。またね。老若男女が来れる店で、あんまりないと思うんですよね。ここはそう本当に誰でも来れるっていうとすごいと思います。年齢幅が広くコミットできる場所がなかなかないなと思って、下は2歳から一番上は86歳の方がいらっしゃるんですけど、一緒になんかこうワイワイ公民館みたいな感じにできたらいいなって。左巻きという立ち飲み屋なんですけど、もうそこはアジア料理、スパイスを使ったお料理、カレーとかでもなんか和食もあったりで、女店主が一人で切り盛りしてるんですけど、もう私は子供と旦那さんとよく行くんですけどね、駄菓子も売ってるんで、最強のファミレス使いをうちの家族はさせてもらってます。コンセプトですか。そうですね、なんていうか年齢幅が広くコミットできる場所がなかなかないなと思って、そしてなんかこう駄菓子屋と一緒にやったりとか、お子さんいらしてくださったりとか、あんまりこうスタイリッシュというかそんなんじゃなくて、こう入りやすい感じで店を作れたらいいなと思って、で今下は2歳から一番上は86歳の方がいらっしゃるんですけど、そんな感じの方が一緒になんかこうワイワイというかサードパーソンみたいになれたらいいなと思って、公民館みたいな感じにできたらいいなと。で子供食堂をやったりとかで、4時ぐらいに開けるとおじいちゃんらがこう来て、でお子さんたちが駄菓子を買いに来るんですけど、その全然噛み合わない話とかがとっても面白くて、で昔の話したりとかで、お子さんたちはもうなんか今どんなことに興味があるかとか、そんなことをみんな共有できたらいいなと思って。立ち飲み屋でなかなかないと思うんですね、そういう場所が。一人で来た50代とか60代の方がこう子供遊んでるのぼーっと見てたりとか、別に話しかけるわけでもなく、でもそんな風景も面白いなとか、なんかいろんな過ごし方が面白いですね。毎日風景が違うので毎日違う星にいるみたいですね。とっても面白いです。こんな楽しい仕事ないと思います本当に。はい。カレー好きな人がすごく多くて、スパイス系がなんかこうイワシが好きな方がいるので、イワシ大きいのがあると思ったら買うんですけど、私左利きなんですけど、子供が間違えて左巻きって言ってて、なんかそれが面白くて、出店とかいろいろしてた時も左巻きで、結構なんかもうみんな言いやすくて面白いっていうのでそのままです。結構駄菓子も売ってるんですけど、駄菓子屋を買う子供たちも左巻きって言いやすいとかね。だんだん置くとこがなくなっていくんです。国立民族博物館という吹田にあるところで、教授というかなんかいろんな方が料理を教えてくださる教室があって、1日なんですけど、その日によってお題が、例えばラオスやったらその日はラオスで、次はウクライナとかそんなんがあったんですけど、
午前中はその国の歴史とかいろいろなことを座学で3時間ぐらい学んで、でその後その国の料理を作ってお酒でみんなでワイワイするという、そういうのがあって、それをなんか何年間やってて、それがすごく面白くて、それがベースになってます。よくなんかこういろんな国行かれてますかとか言われるんですけど、料理をメインには行ったことはないですね。ああ、間違えた。今日のカレーにはどんなスパイスが入るんですか？カルダモン、ターメリック、クミン、コリアンダーって感じですかね。気分ですね。適当なんで本当恥ずかしいんです。皆さんね、本当心身作ってらっしゃるので、もうどうしよう、やばい、怖い。ご出身はどちらだったんですか？愛知県です。はい。父親がすごく変わってたというか、いつも言うのが世紀末が来たらやばいっつってで田舎なんですけど、食べれるキノコ全部教えてもらったりとか、山登り延々とやらされたりとか、そんなのばっかりでしたね。父がいつも山に連れてっては自然薯掘りに行かされたり、わらび取りとか、なんかそんなんばっかりでしたね。熊の肉さばかされたりとか、なんか面白かったです。やっぱなんかこう今でも好きなのはその山菜とか自然のものというか、今でも母がタケノコ掘って送ってきてくれたりとか、おじが山菜取ってきて送ってくれたりとか、そんなのをこう結構出しますね。でみんな美味しいっていうので、そうだろうみたいな感じで、こんな感じですね。で、ああもうこんな時間か、早いな。おいくつや？何歳になったんや？数えで80歳。数えじゃないやん。数え。じゃあ普通で。普通は70。数え嫌い。79歳ね。そうですか。もう79も80もそんなに変わらへん。そうですね。これだけはえ？またここは。もうここもとなるけど。うん。入れとこう。はい。匂いがいっ何やねん。またね。ありがとう。まあほっとくだけなんですけどね。よし、できた。前これやってぎっくり腰になったんですよ。うわこれなんかもうこれなんかみんな好きで、なんか本当はねスパイス料理とかもすごい好きでいっぱい作りたいんですけど、さっきみたいなおじいちゃんずとか優しい味がすごい好きなので、これ結構なんか皆さん食べられますね。こんな感じになるんですね。はい。
ゴーヤチャンプルーなんですけど、私ラクダ坂納豆工房ってもともとミシュラン店だったんですけど、カムナビさんっていう谷六に日本酒のちょっとこう変わったお店があったんですけど、その方がもうそのお店を辞められて谷町5丁目で納豆を作ってるんですね。でそれがラクダ坂納豆工房さんっていうんですけど、その納豆がすごく美味しくて、で今ないんですけど、谷町納豆餃子って私その納豆を使った餃子とか作るんですけど、今回はゴーヤチャンプルーにしてみろと、そのラクダ坂の作ってる糸川さんっていうんですけど、ゴーヤチャンプルーに入れたら美味しいっつうので今日やってみようかなと。知ってます？白百合って。そこと仲良くなって年に1回ここでイベントとかするんですけど、社長が来て、もうボロ儲けでありがとうございます。全国のなんかファンの方が一堂にいらっしゃってくださって。結構跳ね飛びますのでご注意ください。なんかよく石垣に行かれるとおっしゃられてたと思うんですそうですね、年に 2,3 回は行きますね。そこでなんかゴーヤチャンプルー習ったりとかしますか？はないですね、全然。ただなんか食べに行って美味しいなっていうのをこうズバズバ聞いたりとかはします。石垣島にタバコ屋さんっていうお料理屋さんがあるんですけど、そこがすごい食材使ってなんかザ沖縄料理じゃなくて創作というかとっても美味しい天才やなって思う。その方も女性店主の方なんですけど、そこに必ず行きますね。とっても美味しいです。八重山食材ってね、向こう食材がすごい独特なので、それをなんかいろいろ使ってやってはるんですけど、この白百合のイベントの時もなんかこうその方に食材を送っていただいてここで作ってやったりとかもします。はい。干しエビです。普通の、はい、木綿豆腐ですね。はい。一回置いとくと。はい。これはいつも焼き豚とか煮豚作った時に油が残るんですけど、それとっても美味しいので、こういう炒め物の時によく使います。これが言ってたラクダとか納豆工房の納豆なんですけど、すっごい美味しいんですよ。これはカレーですね。牛すじのカレーです。残った日本酒をいつも使うんです。よいしょ。カレーと
日本酒で向井酒造っていう京都の伊根にある酒蔵なんですけど、そこの日本酒って本当にスパイスに合うんですね、すごく。なのでまあ基本的に料理考える時はその向井酒造とってもたくさん置いてあるんですけど、基本的にこれに合うかなとかそういうのはすごく考えます。はい。匂いがたまらない。本当ですか。ありがとうございます。定番2つかな。1番はラオスポテサラっていう定番、あとナスのモージュっていうスリランカのカレー惣菜、その2つは食べていただきたいんですけど、あとはねカレー皆さんね美味しいって言ってくださるので、こんな感じですかね。ラオスポテサラはなくなりますね。昨日もなくなったんですけど、じゃあまあ来たらすぐにあるかどうか確認した方がいい。本当ですね。ラオスポテサラよろしくお願いします。金井さん、あとお酒のラインナップって常時変わらないんですか？面白いなと思ったのを変えますね。基本的にそんなには変わってないです。うちで一番売れてるのがこれなんですね。白百合壁ソーダってみんな言うんですけど、土壁の匂いがするっていう、はい、社長が言うには、彼はなんか作りたての方がすごく香りが立って美味しいからっていうので作りたて推奨で、ほんでこれって本当になんかいろんなつけたりとかあるじゃないですか、果実酒とか、それもめちゃくちゃ合うので、うちこれでなんか結構あんな風に作って売ってますね。JA を噛んでない産直市場があって、でそこですごくいろんな種類の和歌山の柑橘系が置いてあって、それをいつも買って大量につけるって感じですね。これカレースパイス入りのピーマン肉詰めなんです。これ書き忘れることとかない？めっちゃあります。毎日です。なんかありましたかね。何やろう。その日々によって変わってくるんですよ。定番料理って言ったら揚げ物が定番なんですけど、それは下の黒板なんですよ。上が日々変わってきますんで、ああ、なるほど。だからその日々の上の黒板の料理で自分が気になったやつを頼みはる。でまたカウンターに並んでるおばんざいを見てどれがいいかっていうのを選んだらいいと思います。全然見える。普通ですよ。また始まった。炒めた方が美味しいって言ってたじゃん。はい。K さんと巻いてますね、が可愛いですね。シールが。久しぶりちゃう、中ちゃん。チュさん久しぶりやね。はい。今日は何軒目ですか。大丈夫ですか。あ、本当ですか。今帰ってきた。手
哲学者の方で、哲学者の、はい、で本が今バカ売れしてるんですね。ほんで今グッズが出たので、はい、買ったよっつって今ふーちゃんとこのお客様でもあります。はい。まず店主が人と人をつなげようっていうところがすごくいいので、来ると新しい情報があったりとか新たなつながりできるかなっていうのがすごく魅力だなと思ってます。ドブです。あ、ごめんなさい。大丈夫？ありがとうございます。いただきます。やった。後ほど。はい、ありがとうございます。何ですか？いや、そうやね。ちょっと乾杯しないとさ、かわいそうだから、みんな買ってほしい。なんか、知らなかったけど。あ、ごめん。はい、大丈夫。ごめん、ありがとう。いいね。こんなのも飲んでもいいね。左。うん。金沢によるとか一気によるとか、なんかわけのわからない。暗殺されるじゃないですか。そこだとちょっと気付けないね。SNS ね、いつ。焼いたんじゃなく燻製にして焼いたやつをよかったです。でも白焼きでやれとかない？そんなんしたら原価率がね、うん。ちょっと前までは日本で一番古い現存サイト。今日の夜もイベントあって、まあちょっと知的な話だからめっちゃ撮ってます。いや、ダー様じゃないよ。ダート。松間違ってるでしょ。ないんですよ。あ、本当ですか。よかった。やった。大丈夫？イワシとかぼちゃのカレーです。これが、はい、ありがとうございます。ここでね、最近結婚したっていう女の人がいて、私のせいや。可愛いから飲まなあかん。カレーです。あつ。俺のこと全員好きや。なんかバス乗ってもなんか言ってくる。優しい。おせっかい。ほんまや。ちゃうかなって。本当にそんな感じです。お願いします。いけますか？すみません。5秒く。5秒くよ。赤い人、はい、ありがとうございます。バイト、はい。テーブルに、はい、お待たせしました。これがラオスポテサラです。お願いいたします。お客様のおすすめって何かありますか？やっぱね、ラオス風ポテサラですね。それはなんか定番というか、まあいろんなメニュー出されてますけど、やっぱりエスニック料理の原点をやってらっしゃる感じがするので。はい、じゃあね。ありがとうございます。気をつけてね。はい。またね、金曜ロードショー楽しみに。はい。あ、そうね。カレーです。ちょっと辛いですよ。はい。ここ実はスパイスを使ったカレー系のメニューが毎回並ぶんですけど、僕もそれがおすすめだと思います。はい、ちょっと辛かったりもするんですけど、ぜひチャレンジしてみてください。すみません、失礼します。すみません、待って、熱いです。熱い、大丈夫、ありがとうございます。すみません、静かにして、はい、書いて、はい、ハウス。よろしくお願いします。またね。気をつけてや。はい。まずママへね、料理はうまい。
お客さんの語りがものすごい上手、あとはまあべっぴんやん俺も好きやねんそれだけありがとう1軒目が恵比寿町にある山形料理みゆさんっていうとこなんですけど、私も月1回必ず行く山形料理専門店でお二人でやられているんですが、とにかく山形の美味しいものを全てここで教えていただいて、癒しっていう言葉嫌いなんですけど、私いつも行って、清らかな心になるというかはいっていうとこですね。山形の親善大使みたいな本当にそんな感じで、もうパーッと明るい、もうわーってなります。はい。2軒目が本格焼酎バー日曜日さんなんですけど、ここは本当にオーナーのゆうきくんが焼酎のお宅の方がお店をやられたらこんな風になるのやなっていう、もう圧巻のドバーンなんですけど、お料理もすっごく美味しくて、美味しいとこがありませんかというと必ずおすすめするとこです。はい。何を食べてもいいし、こちらも宮崎のお料理がとても多いです。皆さんとてもスタッフの方もとっても素敵な方です。はい。スタンド薩摩さんっていう福島にある、またこれも焼酎スタンド居酒屋なんですけど、永田さんという方がやられてるんですが、ワンオペでとにかく変なんですね。ワンオペの方ってなかなかこうね、鬼片付けやったりとかシャカ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 したりとかするんですけど、マイペースで、でも一人一人の方にもきっちり対峙されて、いつもいっぱいなんです。いつもいっぱいなのにそのペースを一個に崩さないんです。お料理もうちはなんかこうね、レンチンとかするんですけど、一切しないんですね。なんかもう必ずこう作ってなんです。注文を受けたら、ああいうワンオペは初めてですね。ということで、とっても面白いのと素敵なお人柄なのでおすすめします。よろしくお願いします。はい。